はい、皆さんこんにちは。ウルトラベラー TV です。今回は天下布武の象徴、安土城市の歩き方を3つのポイントに分けて紹介します。これだけ知っていれば十分に楽しめる。要点を絞ってお届けしますので、最後までご覧ください。そして旅する前に見返せるよう、チャンネル登録をお願いします。安土城市1つ目のポイントは武家屋敷跡。安土山のふもとから天守に続く大動脈大手道、約180メートルの長さと幅広の石段は壮大なスケールを感じますよ。大手道の脇には天守防衛のため信長が重要視していた数名の屋敷跡が存在します。まず前田利家邸。信長と利家の関係は忠義と信頼です。信長は利家を軍の指揮官としてとても信頼し、その忠誠心を高く評価しました。利家の働きは戦場にとどまらず、内政にも良い影響を与えました。利家は後に徳川家に次ぐ石高を誇る加賀百万石の大大名になります。利家邸の向かいに羽柴秀吉邸。ご存知、豊臣秀吉です。信長から見た秀吉は優れた戦術師。農民出身で信長の下で足軽を務めていた秀吉は、数々の戦で戦術や兵法において優れた能力を発揮したことで信長に認められました。秀吉は後に天下人として公家の最高位関白になります。利家邸の上には徳川家康邸。信長は家康に対し一定の距離感を置きながらも同盟を結ぶなど戦力として重要視しました。いわゆる協力と警戒の間柄。信長は家康に自らの意思で討事を行わせ、時には圧力をかけました。信長は後に徳川政権を築く家康の器を見越していたかもしれませんね。中腹から折れ曲がる大手道。その先には武井赤庵邸。赤庵は軍事や政治に直接関わった人物ではなく、文化、学問の面で信長とつながっていました。信長は茶席を通じて政治的な交流を行う上で、赤庵が重要な役割を果たしていました。赤庵邸の先に織田信忠邸。信忠は信長の実の息子で後継者として重要な存在でしたが、カリスマ性や戦術師としての才能に乏しかったのです。それでも信忠は本能寺の変後、明智光秀討伐で多くの家臣が光秀に寝返る中、織田家嫡男の責任を果たそうと戦う姿勢はきっと亡き父に届いたことでしょう。そして最上部に森蘭丸邸。信長は蘭丸を金字として家族同然に可愛がりました。蘭丸は優れた軍事的能力や知識を持った若き武士で、本能寺の変で信長の死を受けて自らの命を共にしたほど信長に対する忠誠心が強かったのです。信長が生きていれば蘭丸が家臣団の中で重要な役割を果たしていたに違いありませんね。ここまで来ると天守台は目の前。2つ目のポイントは城郭中心部です。安土山山頂には天守、本丸、二の丸、三の丸が配置され、入り口には黒金門跡があります。当時の黒金門は黒の漆と金の装飾が見事に調和した信長の権力と富を象徴する美しい門でした。二の丸は敵の侵入を防ぐための堀や土塁などが整えられていました。
また信長の家族や重臣が住む居住地としても利用される重要な拠点でした。庭園や建物が配置され、信長の近代的な都市計画が反映されていました。信長公本廟は本能寺の変後すぐに本丸付近に建てられ、信長の死後もその存在を強調するための象徴的な場所、いわゆる信長の神格化を目的にしました。安土城とともに消失し、実際の姿や遺構は現存しませんが、その重要性は後世に語り継がれています。信長は仏教を重んじつつ、同時にキリスト教や西洋文化にも関心を持ち、宗教的に多様な影響を受けていました。仏足石が安土城に置かれたのは、死後神として崇拝される存在となった信長の権威の象徴だったと考えられています。本丸は信長の居住空間で政治的・軍事的拠点でした。信長はここで戦略を練り、重要な行事を行いました。本丸の中心にそびえた天守閣は安土城の象徴的な建物で、当時の日本城郭建築の最高峰とされました。残念ながら天守も現存しませんが、高さ約30メートル、5層7階建てで、八角形の房楼に金箔瓦が使われた当時日本で最も高い城でした。天守は3層の櫓と屋根上の金の鶴飾りが特徴で、黄金に彩られた最上階の室内には加納永徳の金碧障壁画が飾られ、まさに絢爛豪華な信長の権威の象徴でした。安土城城階を再現した天守を見ることができるところがあります。安土城天守信長の館です。館内では安土城の再現模型や戦国時代の戦略に関する解説もあるので、信長の政治的手腕や軍事戦略に触れることができますよ。最後、3つ目のポイントは信長の菩提寺です。安土山の南麓に位置する宗建寺は、安土城築城時、信長が移築し菩提寺としました。信長亡き後の消失により、当時の建物や遺構はほとんど残っていませんが、信長の偉業を称える場所として、現在も大切にされています。現在の三重塔は室町時代に建てられたもので、信長が高架から移築したものと伝えられています。本瓦葺きの屋根と三間三重からなる塔です。こちらの仁王門も室町時代に建てられたものを信長が高架から移築しました。両脇には木造金剛二里式立像が阿行と雲行というポーズで配置され、守護神の象徴として広く知られています。また仁王門は外界との境界線を示し、寺院の神聖さと権威を保つ重要な門でした。こちら安土山から見下ろす琵琶湖です。いかがでしたでしょうか。信長が掲げた天下を武力で平定するという意味を持つ天下布武。残念ながら現在の安土山に信長時代の建造物はありませんが、安土城がその象徴だったことは間違いありません。もし安土城が存在していたら、もし本能寺の変がなかったら、そんな思いを抱かずにいられません。安土城址のポイントの位置は以下の通りです。目安時間は90分です。ぜひ参考にしてください。最近、安土城址から1キロほどの琵琶湖の湖岸で、当時の城下町のものとみられる石垣が発見されました。安土城の痕跡、もっともっと見つかってほしいですね。これからも知らなきゃ損する美しい日本をお届けします。お見逃しのないようチャンネル登録してお待ちください。励みになりますので、グッドボタンもお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。